皆さんこんにちは。今回は冷凍庫 PC 検証第3弾の後半、低温化における CPU グリス比較です。前回と今回の2パートにわたって、冷凍庫 PC を使った CPU グリス比較をしてきました。比較対象は3つで、これまで使ってきたアークティック社製の MX4 と、サーマルグリズリー社製のクマグリスとクマメタルです。サーマルグリズリーの2製品ですが今回も呼び方がわからないので KR なんとかをクマグリス CO ホニャララをクマメタルと呼称します。前回のパート17が前半で常温環境における比較をしました。製品レビューというか普通にニーズがありそうな検証でした。そして今回は後半冷凍庫で作った低温環境下で比較します。一般的なニーズは放り投げた冷凍庫 PC のための検証です。また今回の動画は前回の続きという定義で進めます。前回話した結果概要などは振り返りますが、本検証の経緯や製品情報からわかる特徴、塗った印象などの説明は省いちゃうのでご注意ください。あと前回説明し忘れていたクマメタルでの作業があったので後ほど補足します。そんな感じで早速、動画冒頭ですが結果概要です。冷却性能を確認するために定格 4.0GHz 動作でのベンチマーク時と、オーバークロックをした 4.4GHz 動作と 4.6GHz 動作でのベンチマーク時における CPU 温度と熱抵抗を確認しました。前回の常温環境下で比べると、MX4、クマグリス、クマメタルの順に CPU 温度が小さくなりました。動作が高負荷になるほど、消費電力が大きくなるほど CPU 温度に違いができました。さらに環境温度や消費電力を考慮できる熱抵抗で評価すると、クマグリス、クマメタルの熱抵抗が小さく、よく冷却できています。やはりというか熱伝導率が大きい順に CPU 温度が低く、冷却性能は良かったです。液体金属のクマメタルは取り扱いに注意が必要でしたが、メリットも十分にあったという感じでした。とここまでが前回分かった話です。ここまでは私自身でも予想できたというか、どこかで聞いた覚えがありましたが、ここからが今回の本題、低温環境下での比較です。早速 PC に塗って動作確認の前に事前チェックとして検証した CPU グリス3つを冷凍庫でマイナス34度 C まで冷やしてみました。CPU グリスによって動作温度範囲が違うので、冷えた際の変化があるかを確認しました。MX4 とクマグリスは常温の時より固めになった感じでしたが、クマメタルは完全に固化していました。ハンドを熱して溶かした後、冷え固まった状態に似た感じです。事前チェックでこんな変化が分かってしまったのでクマメタルを冷凍庫 PC に使っていいのか悩みましたが、まあいいか、という感じで2パターンの低温環境で CPU 温度、冷却性能を確認しました。ここで示すグラフは各 CPU グリス、各温度環境下における低角動作時の CPU 温度です。MX4 は常温環境で55度 C でしたが、低温にすることで29度 C、22度 C となりました。そしてクマグリスだと21度 C、14度 C。冷える冷える。熱抵抗で見ると MX4 における低温化の増加量が 0.2 程度、割合にして 50% 増えていましたが、クマグリスは 0.1 程度、25% ほどの増加に収まりました。で、不安なクマメタルですが、12度 C と6度 C。めちゃくちゃ冷えました。冷やすことができたままでした。そして PC も壊れずに済みました。この点がクマグリスが低温でも強かったことよりも安心した部分だったりします。ですけど、これでいいんですかね。予想外だったので正直反応に困ります。熱抵抗の増加量は 0.06 程度、20% ほどの増加でクマグリスよりも小さい変化でした。全体を見返すと MX4 が特に低温下での冷却性能悪化が大きかったようです。これまでの動作確認で 0.2 程度、低温下による熱抵抗の増加を確認していたので、そのうち 0.1、半分ほどの増加分は MX4 に起因していたことになります。CPU グリスって高負荷時だけじゃなくて低温時でも重要になるんだと分かりました。クマグリスは予想通り、期待通りの結果を出してくれました。ひとまずクマグリスが安泰でしょうし、今後の冷凍庫 PC、標準 CPU グリスにしていきます。これで検証の目的である低温化による冷却性能悪化の原因把握も進展させることができました。この点は嬉しい結果です。やったー。で、クマメタルは予想以上、期待以上の結果でした。クマメタルが低温下の動作確認時に固体だったのか液体だったのかわかりませんが、いずれにしても CPU グリスの役割である熱伝導としては問題なかったようです。で
ですが今回に限った話かもしれません。PC の動作で CPU 温度が上下し、液体金属が固体気化を繰り返したとすると、液体金属自体が体積変化して CPU クーラーのネジを緩ませてしまうとか、CPU 台にも塗っていたので変に力がかかって損傷してしまうとか、いい未来が想像できません。今回はいい結果だったんですけどね。クマメタルは保留、というかとっておきとして節目に使う感じにしていこうと思います。今回の紹介はこんな感じです。では詳細を見ていきましょう。と今回の低温環境下の詳細を話す前に一つ、前回説明し忘れたクマメタルに関する作業について話します。前回も話しましたがクマメタルは液体金属なので導電性が大きいです。誤って端子など通電部分にかかってしまうと短絡故障する可能性があります。一般的な CPU グリスは逆に導電性が小さく、というか絶縁性を謳うほどなので真逆な点ですね。そのため一部の金属露出部をシーリングすることがあります。まあ CPU を空割りした場合に限りますけど、空割りしてヒートスプレッダーを外すと CPU 基板上に金属露出部があるのでここをシーリングします。ここが端子なのかわかりませんが基板上にわざわざ出ているんだし多分通電部でしょう。それでいて CPU 台に液体金属を塗ると距離が近いので念のためシーリングです。シール材としてはホルツの製品が使われることがありますが、私は手元にあったシリコンコーキング材でやりました。ただ名前がバスコープとなっている通り、用途外の仕様なので真似されない方がいいです。シール材の種類によっては樹脂や金属を腐食させる種類もあるので、不安なら、絶縁、シール材とでも検索してヒットした商品を買う方がいいでしょう。値段は倍以上かかるかもしれませんが、この用途に適したシール材です。あと金属部の他にヒートスプレッダの縁にも塗ります。ここの場合は塗り直すとも言えますかね。もともとシール材によってヒートスプレッダが固定されていたので復元する感じです。ですが、ここでも私は適当な感じでヒートスプレッダの四隅だけにしています。なんならこの作業も、この映像の一度限りで以後はシール材を使っていません。マザーボードの CPU を押さえるマウントパーツで直接固定しています。試験ですが、ここの部分をシーリングする目的が、液体金属の漏洩を防いで短絡故障を防止するのがメインじゃなくて、ヒートスプレッダの固定だと考えたからです。実験で CPU 台上の CPU グリスを塗り替える回数も多いし、シール材が固まるまで待つのが嫌だったので省いた感じです。ですが元のように塗っていれば CPU 台上の液体金属が溢れた時、シール材がせき止めてくれる可能性は高いでしょうし、普通は長期間塗りっぱなしにするでしょうから、万全を期してしっかりシーリングした方がいいでしょう。補足説明は以上です。じゃあ今回の本題、冷凍庫 PC のための低温下における CPU グリス比較です。まずは CPU グリス単体を冷やして変化が起きるか確認しました。いきなり PC に使うというのも怖いですし事前のチェックは大切です。アクリルパネルにそれぞれ CPU グリスを乗っけていきます。今更ですが並べて見比べると MX4 って黒目の色なんですね。でもう1枚のアクリルパネルでサンドイッチ。これを冷凍庫内に設置して、庫内の空気をマイナス34度 C まで冷やしました。そして冷えたものがこちらです。見た目は冷やす前と変わりがないようですが、冷やしたことでグリスの流動性が変わっていないか、アクリルパネルをずらしてみると、一気に剥がれました。MX4 とクマグリス、どっちも似た感じで剥がれたように見えます。ヘラでつつくと一応変形しましたが、流動性が落ちているようでどちらも塊感がありました。比べてもそれほど差を感じませんが、これで本当に低温化の冷却で違いがあるのかなぁと少し不安になりました。一方で明らかにおかしなのが一つ。クマメタルです。固まっている。カチカチです。それでこの見た目、ハンダによく似ているなぁと思った時に、そういえばハンダって何種類かの金属を混ぜて合金化することで低融点化していることを思い出しまして、この液体金属もその類というか、常温で溶けるハンダなのかなぁと思いました。だから低温で固化したんでしょうけど、果たしてこれを PC に使っていいものかと悩みました。ハンダみたいに固化するなら、ハンダの引き割れみたいな体積変化が起きちゃう？ CPU の動作で温度が変動するけどその度に体積変化されていたら、CPU クーラーのネジが緩んじゃう？ CPU 台に塗ったところが固化して変な力がかかっても大丈夫？壊れない？不安しか思いつきません。ですが、これまでも物は試しの気持ちでやってきたわけですし、
今回も、まあやってみるか、となりましてクマメタルを塗った PC も冷やしちゃいました。ということで低温環境下における動作についてです。まずはアイドル状態時の CPU 温度を見てみますか。冷凍庫の温度設定レベル1、庫内の空気温度がマイナス9からマイナス11度 C になった環境下で CPU 温度を見ると、MX4、クマグリス、クマメタル、どれも0度 C です。どうやら CPU 温度が正しく計測、表示されていないようで0度 C 未満にはならないようです。マザーボードの温度を見ると庫内の空気温度と似た数値だったので、CPU における温度計測の問題みたいですね。そんなわけで大して環境温度と差が出ないアイドル状態だと比べようがありません。じゃあ本題のベンチマーク時の動作がどうなったかというと、それが動画冒頭で話したあれです。庫内の空気温度を低くしていくと、すべての CPU グリスで CPU 温度が低くなりまして、クマグリスは冷やせる状態を維持できました。事前チェックで違いがわかりませんでしたが問題なかったようです。さすが極冷も対応する温度耐性ってことなんですかね。一方で事前チェックで変化があったクマメタルは予想外の結果、悪くなりませんでした。ひとまず当初の目的だった低温化による冷却性能の悪化を確認するということで、熱抵抗を見てみます。これまでの動作確認で分かっていた通り MX4 は常温 0.40 程度だったのが低温下では 0.60 程度、約 0.20 増えています。これがクマグリスになると、常温 0.37 が低温下で 0.47 になり、だいたい 0.10 増加幅が半分になりました。前回示した常温環境下、低角とオーバークロック動作時における熱抵抗の結果の後ろに、今回の低温の結果を重ねると、変わるもんですね。それだけ MX4 が変化していたのか、クマグリスの温度耐性が優れているのかわかりませんが結果は明らかです。CPU グリスの種類によって低温下における冷却性能が大きく影響されることが分かりました。で、明らかなものというともう一つ、クマメタルです。クマグリスより変化が小さいんですよね。ハンダのように固まる変化がありましたが、ベンチマークすれば溶けて常温と同じ状態に戻っていたのか、それとも固まったままでも熱伝導的には問題がなくて冷やすことができたのか、いずれにしても低温下の冷却については問題はありませんでした。というかクマメタルがすごいという印象が強烈なもので、その一端がこちらの映像。マイナス16からマイナス18度 C 環境下における低角動作時のベンチマークなのですが、スタートした瞬間の CPU 温度が0度 C。一瞬問題でも起きたのかと思いましたが、そこから徐々に温度上昇していきました。スタート時の温度が0度 C 以下、表示か計測の加減以下だったということですね。そこまで冷えていたのか。この低温環境でもオーバークロックして動作確認を行いましたが、クマメタルは 4.6GHz 動作時、CPU 温度は最大18度 C でした。ここまで冷えているなら、どこまでオーバークロックできるか改めて確認しても面白そう。と、非常に魅力的な結果でした。これで不安がなければ最高なんですが、現時点だと罠か何なのかわかりません。今回検証していた間は大丈夫でも長期間使ったら悪影響が出そうです。じゃあ低温下における動作結果を踏まえて今後の冷凍庫 PC にどう活かしていくかというと、これまで使ってきた MX4 は、今回で終了です。できるだけ無用な変化はなくしたいです。残りは普段使いようにします。クマグリスは、今後の標準 CPU グリスにします。前回紹介したように扱いやすいし、低温でも性能は良かったし、いい CPU グリスだと分かりました。クマメタルは、保留、とっておき、そんな選択肢として残します。今後も制作を続けるので節目節目で試して、クマメタルの使える温度域やシチュエーションを探っていこうと思います。まあさすがに標準で使うのは怖いし面倒だし、まだ長い道のりというか、色々と試したいので無難にやっていきます。以上、検証第3弾、CPU グリスの比較でした。話は変わりますが、もともと第3弾の紹介は1パートに収めようとしていて、それ用の原稿も作ってみたものの思ったより長くなり、短く詰めても動画時間26分。それなら前後半に分割して、話したいこと話しちゃおうってな感じでこの動画に至ります。結果的に前後半の動画時間を合わせて33分くらい、分割すれば話したいことも話せるし、私の動画編集モチベーションも保てる、いい発見ができました。まあそんな話は置いといて、
今回の検証で CPU グリスの影響が大きいと分かりましたが、CPU グリスを最適化した上でオーバークロックを詰めたらどうなるか、気になりません？私は気になりました。そんなわけで検証の最後、現行裁量の冷凍庫 PC の状態でパート14でやったようなオーバークロックを再度やっています。これは次回パート20に紹介する予定です。ひとまず次回は最後の検証項目、第4弾の水冷パーツについて紹介します。低温化による冷却性能悪化はパート15から見てきましたが、今回の CPU グリスが原因の半分だったとすると、残り半分は水冷側が影響しているかも。そんなところを確認していきます。次回もご視聴いただけると幸いです。ではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。